こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。この動画201は過去の作品を紹介します。トンボ玉教室を始めます。場所は静岡県と愛知県を予定しています。教室の詳細は動画緑色の202で発表しますのでよろしくお願いします。トンボ玉教室を開催できる場所を探しています。愛知県、岐阜県、三重県あたりでご協力いただける場所を探しております。今回の動画201では過去の作品の紹介をします。私、モンチーパンダガラスのモーさんは、以前はバンバンスタジオ小野敦として活動していました。こちらは2006年岐阜ランプワークフェスティバルで作られた本です。41ページに私の作品が紹介されています。こちらは2008年に発売されたランプワークマガジン2号です。18ページの技法紹介に私が出ております。私は2003年4月に開催された安曇野ランプワークフェスティバルでクモ、カブトムシ、天打ち、ひっかきの玉などを展示しました。この安曇野ランプワークフェスティバルを境に多くの方からお声をかけていただけるようになり、トンボ玉活動が本格的になりました。その後2003年から2011年まで多くの展示会に参加させていただきました。しかし2012年から現在2024年までのここ13年間は展示会のお誘いをお断りしてきました。お誘いいただいた作家様、ギャラリー様、せっかくのお誘いをお断りして申し訳ありませんでした。お断りしていた理由は、新作で展示会に出たいという気持ちが強かったからです。しかし、新作は未完成のままで、結果動画ナンバー緑色の200で発表させていただく形になりました。ここからは2001年から2011年までの作品を紹介します。改めましてお伝えしますが、使用した材料はきなりガラスと佐竹ガラスです。2001年、トンボ玉教室に通い始めた頃です。2002年前期、小学生の時に持っていたクレイジークライミングというゲームを思い出しながら作った作品です。お尻が気に入っています。こちらは蝶をモチーフにした作品です。この後、クモやカブトムシの制作が中心になったため、この蝶はほとんど人前に出ることがなかった作品です。2002年後期、カブトムシです。カブトムシの下側はもやもやした模様になっていますが、これは銀箔を焼き飛ばしたものです。2003年、先ほどもお伝えしましたが、2003年4月に安曇野ランプワークフェスティバルでクモ、カブトムシ、天打ち、ひっかきの玉などを展示しました。この安曇野ランプワークフェスティバルを境に多くの方からお声をかけていただけるようになり、トンボ玉活動が本格的になりました。それまでは家にこもって制作する日々でしたが、展示会などにも誘っていただけるようになり、家の中から世間に出たような感覚でした。雲の下側はキラキラしていますが、これは金箔を焼き飛ばしたものです。こちらの雲の下側の模様は銀箔を焼き飛ばしたものです。安曇野ランプワークフェスティバルで展示したトンボ玉を使ったそろばんです。こちらは花です。この花の作り方を応用してできたのが蝶、カブトムシ、クモです。カブトムシとクモは花の面影が残っていないと思いますが、蝶は花の面影が残っていると思います。
花びらと蝶の羽が似ています。両方とも花を応用した作品です。左側は花の下に隠れている草です。細く伸びている部分はカブトムシやクモの足と同じ作り方です。こちらはオリジナルのキャラクターを入れた玉です。後ろの模様は先ほどの草と同じ作り方をしています。点打ち引っかき玉です。この頃の玉は大きいです。大きくすることで面積を広くして、点打ち引っかきをやりやすくしていました。2003年前期と2004年後期の大きさの違いです。こちらは2004年後期の点打ち引っかき玉です。2003年前期では玉を大きくして点打ち引っかきをやりやすくしていましたが、この頃になると通常サイズでより複雑な点打ち引っかきができるようになりました。動画142でも説明していますが、これらの点打ち引っかき玉は図面などはありません。思うがままに点打ちと引っかきを繰り返してできた模様です。完成した時にどんな模様になるかは作っている本人もわかりません。どんな模様になるかワクワクしながら作れるのがこの玉の魅力だと思います。集中力を持続させる意味でもこのワクワク感は大切だと思います。このワクワク感は重要だと思います。この作り方は動画142で説明していますので、ぜひ皆様にも挑戦していただきたく思います。完成がどうなるかわからないワクワク感をぜひ味わってください。今から話す話も動画142の中で話している内容です。昔の話になりますが、点打ちと引っかきをひたすら繰り返したら素晴らしい模様になるに違いないと思い、どこまで点打ちと引っかきができるか挑戦したことがあります。その結果ですが、点打ちと引っかきを長時間繰り返すと最終的に模様はなくなります。途中まで存在した模様は徐々に線に変わっていったのです。頑張れば頑張るほど模様は線に変化してしまいました。長時間頑張ったのに完成した玉は青と白が混ざったなんだかよくわからない玉になってしまいました。大変ショックだったのをよく覚えています。長い時間作業すれば模様が必ずしも良くなるわけではないと学びました。ほどほどでやめておくのが良いと思います。自由に点打ちして作ったとお伝えしましたが、お花だけは自由に点打ちしてもお花になりません。お花になるように点打ちしないとお花になりませんのでご注意ください。2005年同じく点打ちと引っかきですが、お花を意識した玉です。先ほどお伝えしましたが、適当に点打ちと引っかきを繰り返してもお花にはなりません。お花にしたい場合は、お花になるように点打ちする必要があります。適当に点打ちしてもお花にはならないのでご注意ください。2006年、岐阜ランプワークフェスティバルが開催された年です。私、モンチーパンダガラスのモーさんはデモンストレーションをしました。この時の活動名は小野敦です。この頃の作品は花、カブトムシ、雲をペンダントタイプにしたものです。今までの作品がペンダントタイプになっただけといえばそれまでなのですが、私の中ではペンダントタイプにして制作することは結構大変なことでした。形を変えて作るということが結構大変でした。バック画面のもやもやした模様は銀箔を焼き飛ばしたものです。こちらはカブトムシです。
ガラスをねじった模様を背景にしています。この頃のループは大きいです。今とは違う作り方をしています。今ならもっと小さなループにします。花のペンダントです。ペンダントにすることにより花が大きくなり迫力が出たと思います。顔の玉です。すごくシンプルなので、今作るなら色をもっと使うか、顔そのものを複雑にするか、何かしら手を加えたいなと思いました。2005年から2006年頃の点打ち引っかき玉です。この頃は水が流れるようなゆらゆら感を意識して作っていました。思うがままに点打ちと引っかきを繰り返しているので、完成するまで模様がどうなるかわかりません。どんな模様になるかワクワクしながら作ることができます。集中力を持続させるためにも、このワクワク感は大切だと思います。作り方は動画142で紹介していますので、ぜひ皆様にもこのワクワク感を味わっていただきたく思います。2006年インプロージョンです。インプロージョンは酸素バーナーでしか作れないと思っていたのですが、エアバーナーでも作れることを知った頃です。映像のインプロージョンはすべて風船から作ったものです。風船から作ったインプロージョンとは動画116、117、118のことです。風船から作るインプロージョンは面積が広いので点打ちの数を増やすことができます。複雑な模様を作りたいときに適していると思います。この頃のループは大きいです。今とは違う作り方をしています。今ならもっと小さなループにします。こちらのループは小さいです。今はこちらのループの作り方をしています。右側が今のループの作り方です。左側は2006年当時のループの作り方です。2007年、インターナショナルランプワークフェスタが開催された年です。私、モンチーパンダガラスのモーさんはデモンストレーションをしました。この時の活動名は小野敦です。このインターナショナルランプワークフェスタの時に販売した雲です。この雲をご購入いただいた方は有名なマーブルコレクターさんだとお聞きしました。2006年の時と同じ説明になりますが、今まで作っていた雲とクモの巣がペンダントタイプになっただけかと思われるかもしれませんが、ペンダントタイプにして作ることは私的には結構大変なことでした。形を変えて作るということが結構大変でした。2007年前期です。パーツで全面を埋め尽くしたい。そんな思いで作っていた頃の作品です。ある程度埋め尽くしているのですが、もっと隙間をなくしたい。もっと複雑にしたい。そう思いながら作っていた頃です。パーツと点打ちと引っかきを合わせて作った作品もあります。もっと隙間をなくしたい。もっと複雑にしたい。しかし、何をどうすればよいのかわからずに悩みながら作っていた頃の作品です。パーツを貼り付けたペンダントです。2007年後期です。前期に比べると模様も少し複雑になってきましたが、もっと隙間をなくしたい、もっと複雑にしたいという思いに変わりはありません。もっと隙間をなくすには、もっと複雑にするには何をどうすればよいのかわからずに悩みながら作っていた頃の作品です。2008年、バラの玉です。2008年の時点でバラの玉を作っている人は多くいたので、目新しさはないと思っていましたが、お客様からの評価は大変高いものでした。インプロージョンです。2006年で紹介したインプロージョンは風船から作ったものですが、ここで紹介するインプロージョンは
円盤から作ったものです。円盤から作るインプロージョンとは、動画110から115のことです。風船から作るインプロージョンと比較すると、円盤から作るインプロージョンの方が作りやすいのではないかと思います。映像は銀箔を使用したものです。この色合いが気に入っているのですが、現在同じものが作れません。何個挑戦しても同じ色が出ません。同じ材料、同じ方法で作っているはずなのですが、原因がわかりません。こちらも円盤から作ったインプロージョンです。円盤にパーツを貼り付けて、点打ちも入れて作りました。パーツを組み合わせることにより、今までのインプロージョンとだいぶ雰囲気が変わったと思います。2009年点打ち引っかき玉です。ここに来て今更点打ち引っかき玉かと思われるかもしれませんが、これが結構大変でした。佐竹ガラスのソーダガラスで作ったのですが、今まで紹介した点打ち引っかき玉は、主に佐竹ガラスの鉛ガラスで作ったものです。ソーダガラスに変えただけで、製作の難易度がぐっと上がりました。鉛ガラスとソーダガラスではガラスの動き方が違うため、思うように引っかきができなくて苦労しながら作った作品です。2010年から2011年、一度には同じパーツを使用しています。バック画面の色が違うだけです。こちらの3と4は同じパーツを使用しています。しかしパーツの伸び方に差があります。3の方がパーツが長く伸びています。同じパーツでも伸び方の違いで見え方が変わります。こちらの5と6は同じパーツを使っています。しかしパーツの伸び方に差があります。5の方がパーツが長く伸びています。同じパーツでも伸び方の違いで見え方が変わります。こちらの7と8は同じパーツを使っています。しかしパーツの伸び方に差があります。7の方がパーツが長く伸びています。同じパーツでも伸び方の違いで見え方が変わります。パーツが伸びすぎると模様が見えなくなることがあります。そのあたりの調整が難しいなと思いました。2010年から2011年、モザイク玉です。パーツを貼り合わせて作った作品です。この玉の模様の作り方ですが、点打ち引っかき玉に似た感覚があります。点打ち引っかき玉は図面などはなく、最終的にどんな模様になるかわからない状態で作るのですが、このモザイク玉も図面などはなく、最終的にどんな模様になるかわからない状態でパーツを作っています。単体でパーツを作っておき、そのパーツとパーツを組み合わせて最終的な模様が決まります。最終的な模様がどうなるかわからないまま作業を進めていくところが似ているなと感じる部分です。図面はないと言いましたが、私の場合、図面通りに作れないと言った方が正確な表現だと思います。実は図面を描いたこともありますが、全くその図面通りに作ることができなかったので、図面を見ながら作ることは諦めました。色や模様のつながりは意識しつつ、あとはおおよその感じで模様を作っていく方法が自分には向いていたようです。というか、その方法でしか作ることができませんでした。図面を見ながら作る方法は私にはできませんでした。話がそれますが、ここからは動画制作について話します。動画を作るにあたって勉強がてら多くの YouTube 動画を見てきました。その中で羨ましいなと思うことは、おしゃべりが上手な人です。台本を一切作らず、動画を見ながら解説を入れている人もいます。そんなことは私には絶対できません。
私の場合、台本を作るだけでも数日かかります。そしてその台本通りに喋っているにもかかわらず、間違えたり詰まったりの繰り返しです。私の場合、動画制作で一番苦労しているのは、台本作りとナレーションの録音です。もちろん、今喋っているのもすべて台本を見ながらです。詰まったり間違えたりを繰り返していますが、すべて編集でカットしています。ナレーション録音について話します。ナレーション録音の大変なところは、今日録音した声と明日録音した声が違ってしまうところです。声が違うとナレーションに違和感が出ます。わかりやすく言うと、説明の途中で急に違う人が喋り出すような感じです。いつ何時喋っても同じ声、同じ音量で喋れる人は問題ないのでしょうが、例えば15秒だけナレーションを追加したい場合、追加したい15秒喋れば済む話なのですが、私の場合はそうはいきません。15秒の追加をしたいだけなのに、声が合わなくて、結局動画丸ごと1本録音し直したこともあります。それぐらいナレーションの録音には苦労しています。台本作りとナレーションの録音が私の一番の課題です。動画を作る上で台本作りとナレーション録音の次に大変なのが撮影です。カメラに映るようにトンボ玉を作ることが大変です。カメラは固定しているので、そのカメラに合わせた位置で作らないといけません。常にカメラを意識しながら作るので、精神的にも疲れます。撮影しながらトンボ玉を作ると、通常の 1.5 倍から2倍ぐらい時間がかかっているような気がします。通常簡単にやれるような作業も、カメラに映るようにとなると、途端に難しくなります。ガラスは柔らかいうちに触らないと、すぐに硬くなってしまいます。カメラを意識していると、そのタイミングを逃すことがよくあります。作業を始める前に、まずカメラに映っているか一瞬確認します。その一瞬でタイミングがずれます。タイミングがずれると、ガラスが硬くなり、思うように作業が進まなくなります。ガラスを温め直してやり直すこともよくあります。そんな感じで、通常より時間がかかることになります。簡単な作業でもカメラに映すとなると思うように進まなくなります。逆スイッチについて話します。逆スイッチとは、録画ボタンのスイッチのオンとオフを逆に間違えて押すことらしいです。オンにしたつもりがオフになっている。オフにしたつもりがオンになっているわけです。間違えてボタンを押しているので、最終的に何も録画されていないという大変ショッキングな結末になります。逆スイッチにはすごく気をつけているのですが、時々やってしまいます。苦労して撮影したのに、全部録画されていないことを知った時の絶望感は何とも言えません。もしかしたらあの部分だけでも録画されているかもしれない。そんな期待をしながらカメラの中のデータを何回も見返して探したこともあります。自分の声や顔について話します。自分の声や顔を動画で見ていて嬉しい気分にはなりません。できれば声なし顔なし動画を作りたいところです。しかし声も顔も出した方が良いとのアドバイスが多かったので、声と顔を出すようにしました。顔は全部の動画で出しているわけではありませんが、ところどころであえて出すようにしました。これで過去の作品の紹介を終わります。同時に動画201も終わります。次回202では、トンボ玉教室の詳細を紹介しますので、ぜひ見てください。